こんにちは、ラララニットです。この動画は 6.5mm ピッチの編み機で編む閉じながら編む靴下のチュートリアルをご紹介します。閉じながら編む靴下なんですが、私がもう大好きでハマって、いろんなものをいろんなパターンで作ってみていたのですが、やっとご紹介できるぐらいの綺麗なフォルムで編むことができたので、ぜひ、ご紹介させてください。今回私が目指した靴下は思い立ったらすぐ編める、とにかく手軽な靴下です。閉じはぎはもう本当にここの最後の糸始末だけになります。履き心地もよく、せっかく作るんだったらね、快適に履きたいなと思って履き心地を良くするために、つま先に左右差をつけました。なので、今回は親指側にこうやってワンポイントをつけて履き間違えないようにするっていうデザインにしました。そして、サイズ感なんですが、それぞれの方によってサイズ、違って編んでいく、あと使う糸によっても、メス出す変わってくるっていうのが靴下の難しいところなんですが、この動画は完璧なハウツー動画というわけではありませんので、実際に編まれる際にはご自身のサイズや使用する糸に合わせてアレンジする必要が出てくると思いますが、まず今回はこのアメリーで編んでいきます。日本の手芸店には必ず置いてあるであろうアメリー、日本を代表する並太なのかなと思います。 6.5mm ピッチの編み機で編む際はやはり並太の糸が一番編みやすい、相性がいい太さかなと思いますので、今後私自身が好きで作っているものなので、今後こんな糸であってこんな感じだったよっていうレポは随時ご紹介していくとして、まず一番最初はアメリーで編んでみて、このアメリーでこのダイヤルでこの段数メスで編むとこのサイズ感だよっていうのをお伝えすると、皆さんが編まれる場合に、サイズ調整しやすいかなと思ってアメリーで編むことにしました。ゲージでお伝えするよりもそっちの方が分かりやすいんじゃないかろうかというふうに、思っています。はい、それでは早速チュートリアルスタートです。はい、早速編んでいきます。ダイヤルは 4.5 に合わせておきます。キャリッジは右側に置いておきます。左右差のある靴下なので、まず最初に編んでいくのは左側の靴下になります。その次、左側の靴下を編むときはキャリッジは右側です。そして次に右側の靴下を編むときはキャリッジは左から始めるという風になっていくと思います。まずは右側の靴下を編んでいきます。目数は23目出していきます。今回作っていくのは23センチから24センチ程度の靴下になります。編み出しは巻き目で始めていきます。糸端にクリップをしておきます。で、今回はキャリッジが右から始めたいので左から巻き目をしていきます。一旦カウンターを0にしておきます。はい、23目巻き目ができました。キャリッジにそのまま入れていきます。はい、キャリッジに入れる際にここに糸が入らにくいと思うので、こんな風にしごいてしっかり糸が入っていることを確認してください。はい、では1段編んでいきます。ちょっときついのでゆっくり。はい、1段編めました。ここで、1段目に
印をつけたいと思います。で、段数マーカーに細い金属のやつ持ってる方はそれ使えると思うんですけど、私太いのしか持ってないんで、コットン糸で印つけていきます。何でもいいです。とにかく1段目が最後閉じていくときに1段目が見失うので、この1段目のところにつけとくって感じ。印をつけました。で、巻き目の時は、2、3段、針を T 位置に出して編むというふうにすると編みやすいかなと思います。そのまま糸と段数によってはそのままいける時もある、B 位置にあってもいける時あるんですけど、今回はかなり目詰めで編んでいるので、2、3段 D 位置で出して編みます。はい、もう1段程度 D 位置に出して編みます。はい、4段目からはいくと思います。はい、いきましたね。ただ重りつけてないのでまだ、ここが余さってなかったので確認しながら最初、余さらないっていうのが出てきやすいと思うので、しっかり編んでくれているか確認しながらやっていきます。はい、4段ぐらいで重りつけれるようになると思うので重りつけていきます。はい、10段程度編めたら、今度編み出し板もつけれると思います。ノーマル、私は重り追加で購入したんですが、重り追加購入されてない場合は重り2つしかないと思うので、編み出し板とも重り代わりとして、駆使してやっていくことになると思います。重り大事です。はい、編み出し板もつけて、で端っこが余さらないっていうこと出てきやすいかなと思うので、端っこにしっかり重りをかけて編んでいきます。今回は、40段まで編んでいきます。はい、40段編めました。一旦カウンターを0にします。かかとに入っていきます。今回かかとの色変えたいので本体の糸は外して切らないです。クリップを留めてそのままぶら下げておきます。で、かかとに使う糸も、はい、クリップを留めてセットしておきます。こんな感じですね。はい、かけ替えてかかとの引き返し編みに入っていきます。キャリッジと反対側の針を2つ T 位置に出します。レバーを引き上げ、右も左も引き上げに変更します。編みます。キャリッジと反対側の針を2つ T 位置に出します。キャリッジ側の方は糸が渡っているので1本だけここの針にだけ糸をかけます。編みます。最初だけ2本ずつ出します。あとは1本ずつになります。キャリッジと反対側の針を1本出します。キャリッジ側は糸をかけます。編みます。キャリッジと反対側の針を1本出します。キャリッジ側は針に糸をかけます。編みます。これを14段まで繰り返します。はい、プラスチックの編み機の中でも編みムメモのように糸取り棒がついてなくて、こういう下から糸を取るっていう形状になっている、バージョンのものは
はというか、私はこれしか使ったことがないので、どうやら、糸緩みやすいですね。特にこういう風に引き返し編みやってる時にここが緩んでしまうと、かかとに穴が開く。このやり方でつま先もいくので、つま先やかかとのつなぎ目の部分に穴が開くっていう風になって、プラスチックの編み機はちょっと、靴下もむずいっていうのがあるんですが、編む時に糸を左手で引きながら機械に入れていくとなります。ここをピーンと張った状態で入れていきたいんですね。なので引きながらで、入ってしまえばここがぐーっと引いてあるので、ぐーっとここまで来ますよね。で、入ってしまえばもう離しちゃって大丈夫っていう、そういう風なやり方でやっている方がきっと無意識のうちにそういう風に私も、数ヶ月使って無意識のうちにこういう風に糸を引いてキャリー入れて編み地に入れていくっていうのを、引き返し編みだけじゃなくて普通のメリヤス編みをする時もこのやり方もう癖になりますね。これを引きながら編み地に入れていくっていう、そういう風にすることで、緩みが少なく、綺麗な編み地で、編んでいくことができるんじゃないかなというふうに思います。はい、14段編めました。針は左右が8、中央が7になっていると思います。8、7、8になっていると思います。重りは適宜付け替えてください。で、ここで一旦段消しを挟みます。キャリーチ側の方の針に糸をかけて、キャリーチと反対側の針は一旦 C 位置に下げます。で、編みます。はい。で、キャリーチと反対側の針を一旦、C 位置に下げるのですが、ここで、私が今回やりたい、とにかく手軽に糸始末を極力しないようにという、目標がありますので、糸替えをした糸端がぶら下がっていると思います。これを巻きスレッドで糸始末をしてしまうというやり方をやっていきます。1本目の針は使わないです。2本目の針からこうですね、こんな感じで巻きスレッドでちょっと引っかかってしまって、こうですね。はい、巻きスレッドで糸始末を、合わせてしてしまうというやり方をやってみています。今回、賛否両論ね、これはねあるかもしれないんですが、私はとにかく、目指すのは手軽に、極力糸始末がないような形でやりたいなと思っているので、こんな感じでやっていきます。ベラの奥に必ずスレッド入るようにしてください。ベラの奥にスレッドが入っている状態で C 位置にで下げると C 位置ですね。はい。で編みます。でこの時にかなりきついのでゆっくり、はい、ゆっくり1針ずつペッペッとね、はい、はい、糸始末もできましたと。切っちゃいます。でこれで段消し一旦しているので、元の引き返しの状態に戻していきます。2、4、6、8、キャリッジと反対側の針を8本出します。キャリッジと反対側の針を8本出します。8で針に糸をかけて編みます。はい、キャリッジが右側に来ました。これで段消しする前の状態に戻りました。次は編み進む引き返し編みを編んでいきます。キャリッジ側、キャリッジ側は針に糸をかけます。キャリッジの反対側は今度は C 位置に針を下げていきます。編みます。でキャリッジと反対側の方は C 位置に針を下げます。キャリッジ側は糸をかけます。はい、ここがぷくっとなって、かかとの部分ですね。かかとがぷくっとなってくるので、適
々重りを付け替えながらやっていってください。すいません、重りねない方もいると思うのですが、すいません、3つかけさせていただきます。はい、かけて、よいしょ。はい、これを32段まで繰り返していきます。32段まで繰り返していきます。はい、30段まで来ました。22になっていると思います。最初と同じで、端っこのは2本一緒に引き返します。はい、2本一緒に引き返します。これで、はい、32段かかとの引き返し編みが終わりました。糸を変えたいので、かかとの糸を外して、はい、またこちらもクリップを留めて、ここはもう糸切っちゃって大丈夫です。で、本体の糸がぶら下がっている状態だと思いますので、本体の糸に付け替えます。はい、本体の糸に付け替えました。そして、お分かりの通りかなと思いますが、ここでもう一度巻きスレッドで糸始末をしていきます。どのぐらいですかね。5、6本、端の、針は使わないです。5、6本 D1 に針を出して、同じ先ほどやったように巻きスレッドで、糸始末をしてしまいます。はい、でリーチにしているので、かかと終わってますので、平編み両方とも平編みにレバーを戻します。でリーチ、これもそしたら編めるっていう感じですね。でカウンターを一旦0にします。足の裏の部分がスタートします。でこういう風にちょっとねなっているんで、ちょっとククッと引いてあげて、巻きスレッドあるんでね、ゆっくり一目ずつ手元感じながらゆっくりやります。で切っちゃいます。はい、それではこれで足の裏の部分ですね、50段編んでいきます。はい、50段編めました。大盛りは適宜付け替えてください。つま先に入っていきます。はい、左右差のある靴下なので、着返しの編みそのものはかかとと一緒なのですが、左右差があるということを、考えながらやっていくという方法になります。まずは、段数カウンター、50になってますね。それを一旦0にします。でレバーを引き上げ、両方ともレバーを引き上げに変更します。そして、キャリッジと反対側の針を2つ D1 に出します。編みます。でキャリッジと反対側の針はまだ出さないです。キャリッジ側の方に針に糸をかけます。編みます。キャリッジと反対側の針を1本、端っこだけ2本、これはつま先もかかとも一緒です。この次からは全て1本ずつになります。キャリッジと反対側の針を1本 D1 に出します。編みます。糸をかけます。まだこっち何もしないです。編みます。はい、4段編めました。ここから、5段目以降は、両方とも引き返し編みをしていくという風にします。キャリッジと反対側の針を1本 D1 に出します。編みます。キャリッジと反対側の針を端っこは必ず2本ですね。でキャリッジ側の針は糸をかけて編みます。はい、キャリッジと反対側の針は1本出します。D1 に出します。キャリッジ側は針に糸をかけます。はい、キャリッジと反対側の針を1本
C1 に出します。キャリッジ側の方は針に糸をかけます。編みます。はい、これを14段まで繰り返します。はい、14段編めました。右から6、中央が9、左が8、6、9、8になっていると思います。はい、段消しします。やはりキャリッジ側は針に糸をかけます。キャリッジと反対側は段消しをするので針を C1 に戻します。キャリッジと反対側の針を C1 に下げます。はい、段消しが終わりました。キャリッジと反対側の針を2、4、6、8段、違います。8目出します。はい、糸をかけてキャリッジと反対側の針を2、4、6目出します。はい、これで元の、引き返しの状態に戻ったので、編み進む引き返し編みで編んでいきます。キャリッジ側は針に糸をかけます。キャリッジと反対側は今度は編み進む引き返し編みなので針を C1 にします。はい、キャリッジと反対側は針を C1 に、キャリッジ側は針に糸をかけて、はい、これを、28段ですね。28段まで繰り返します。はい、27段まで来ました。次で28段です。キャリッジ側は針に糸をかけて、キャリッジと反対側は2本 C1 に下げます。で、編みます。これで28段になります。右側の針が、引き返す針がなくなりました。はい、ここから閉じる作業も一緒に入っていきます。閉じるところはここになります。こういう風にあるんですが、閉じるところはここになります。ここでもなく、ここでもなく、ここになります。をかけて、はい、で編んでいきます。で、左側はまだ引き返し編み終わってないので、2本いっちゃった。1本ですね。1本 C1 に下げます。編みます。はい、で針に糸をかけます。で編みます。はい、これで30目ですが、こちらをもう閉じる作業が始まっています。ここでもなく、ここでもなく、ここです。で、うちは2つ残っている2つ一緒に C1 に下げて、はい、編みます。そうすると31段目です。今31段目なんですが、針が全てなくなりました。左側も閉じる作業が入っていきます。これなんですよねこれです。これじゃないんですね。これです。これをかける。はい。これで2段。32段で、はい。これで32段です。32段でつま先が終わりになります。重りは今後ここにずっと編みつないでいきますので、重りは後ろにかけてください。はい、で、まだ下に編み出し棒がかかっている状態だと思うので、ぐっとテンションかかっているので1個で多分いけるかなと思います。そしてカウンターを一旦0にします。はい、でここで
私は、編み込みをラインで入れていこうとしています。お好みでどうぞ。1、2、3、4、4つ開けて4つ出します。で、編みつなぐ編みつなぐときは必ずキャリッジ側の目を閉じていくという風になります。これです。ここじゃない、これになります。はい。で、ここを4つ編み込み入れます。はい、編みます。はい、でここは編み込みにします。一旦 C 字に下げてから、複数ずつなのか1本ずつなのか、お好みで、こんな感じで編み込みにしていきます。でお得意の巻きスレッドで糸始末です。でもね、ここはね、正直進めないです。色がですね、こっちですね、色が似てる同系色の時は全然巻きスレッドでやっても気にならないのですが、色がはっきり対象の色をやってる、こっちの方がいいかな、対象の色で、しかもつま先の方の部分って出かけた時靴脱いだりしたら目立つ部分なんで、こう引きつってもしまうし、こうちょっと伸びた時にこうね、巻きスレッドのやつが伸びた時に見えるので、あんまりおすすめは、ここに関してはかかとは糸替えしてるし、どうせ見えない部分なんでおすすめなんですが、ここに関しては巻きスレッドでやるのはあんまり進めないんですけど、でも今回はね、とにかく今回は目標なので、こういう風にね、巻きスレッドで糸始末っていうのをちょっとお伝えしながらっていう感じですね。こういう感じで。よいしょ。はい。ここが編み込み巻きスレッドで、キャリッジ側を閉じてないですね。キャリッジ側、ここですね。ここでもなく、ここでもなく、ここです。これをかけて、はい、かけた。で、つま先からの延長でやっていたので、引き上げにレバーがなっていると思います。平編みに、右も左も平編みにレバーを変更してください。編みます。はい、大丈夫です。そうですね。はい、で糸切って、はい、でここからはしばらくの間はつなぎながら編んでいくという作業になります。ちょっとここです。をかけてここです。で編むと。はい、ここです。はい、ここです。はい、ではかかとの部分までは早送りで、撮影していきます。
ました。で、かかとに入っていくところになっていると思います。そして、キャリッジが逆だなっていうことに気づかれたかなと思います。今まではずっと右の位置で終わり、右に来て終わりってなってたと思うんですけど、均等になるのが左で終わりになってるなっていう風になると思います。折り返した時点でそういう風になってると思います。なので左からスタートして左で終わるという、つなぎながら編む段階でそういう風になってるかなと思います。はい、で、この編み方であれば、おそらくかかとの部分も特に迷うことなくいくと思います。ここですね、今までと同じところをつないでいけば、かかとも迷わずつないでいけるかなと思います。ここですね。で、ここがでですね、糸を切らずにそのまま糸替え編んでいるので、この糸替えした糸は中に入れるようにして編みたいので、これを取りたいですね。これを取りたいからこうですね。ここだけ気をつけてください。はい、そして最初の1段目に通した目のみが残っているという状態になっているかなと思います。個人的にはこれでいいんじゃないかなというふうに思っています。はい、最後は巻き止めで留めていきます。だいたい3、4倍ぐらいの長さで糸をカットして、時にここにありますよね。なので私は一回拾っとったところに一回くぐらせて1目目なので、ここに一回通してから、どっちからとかも特にないんですけど、なんとなく一回通してからやり始めてます。はい、で巻き止め始めます。左からの巻き止め、次の反対側の靴下の時は右からの巻き止めってなって、左からの巻き止めと右からの巻き止めやり方が違いますので、おそらく編み機の説明書にね載ってるんじゃないかなと思います。ちょっとねルーパルの説明書をね見たことがないからわかんないんですが、多分ね載ってると思うので、右からの巻き止め、左からの巻き止め、確認してやってみてください。
はい、最後まで切って、そしたらここう来てるからこうだよね。こうとここを最後最初に通した1目目のここですね。言い方かわかんないですけど、私なんとなくやっぱここ通して、これで終わりにしています。はい、で、優しく外して、はい、あとはこことここの糸始末をすれば完成になります。こんな感じになってると思います。いいか、糸始末やりますか。この一応くるんって自然となる形だから、そこまで気にしなくていいんですけど、一応もう一回ぐらいここをくるからこうかなですね。こうたら止まるしね。はい、で閉じはぎがね、私も苦手なので大体なんですけど、せっかくこう閉じ跡があるので、閉じ跡に入れていけば割れないんじゃないかななんて思いながら、ここに沿って私は一応糸始末をしてますが、糸始末のやり方もね、結構いろんなテキストに載ってたりしますよね。いいやり方でぜひねやってみてください。ほいほいとこんな感じで、このぐらいな感じですね。気になる方は気になるかもしれない。でもまあいいんじゃないかと。こっちですね。これ編み始め。あ、すっごい短い。こんなもんかな。短い時は針先に刺してから入れますね。で、はいと。切らなくてもいいぐらいだった。よし、ほい、できました。これでもう完成なんです。あと水通ししたら完成です。どうですかね。もう気になるポイントは多分ここかなと思いますね。ここはね、まあしょうがない。こんな感じ。でもかかとをご覧ください。かかとはもうほとんどね、穴が開かないとこまで行きました。ほとんど穴が、これだったら穴が開かないんじゃないかなと思います。そして問題の、こっち親指がこっちでこういう風にで、ここ少しポコッとなっていると思うんですが、これは、水通しをして、ソックブロッカーで形整えれば多分気にならなくなると思います。こっちがそうですね。これソックブロッカーでほら、ここほとんどね気にならなくなるし、履いてって靴も履いてみましたけど、ほとんど気にならなくなると思います。そして言ってた編み込みのスレッドが出ます。こんな感じで出ちゃいますね。なのであまり進めないよっていう感じ。でもまあ遠目で見たらあら可愛いという感じでいいのではないでしょうか。はい。で実際に、もう一足編まれる場合はすべて逆ですね。ほとんど、右から始めていったものが左から始めるっていう形で、今回はこれで動画終わりなんですが、もしリクエストがあれば反対側も違う糸になっちゃうと思うんですけど、作っていこうかなと思います。まあ逆にねするだけなので大丈夫かなとは思うのですが、もしね逆のやつも動画見たいっていう、ことがありましたらリクエストをいただければと思います。ぜひね
今後もこれが目標が、とにかく簡単にが目標だったんですけど、次の動画とか、あと今後ね、随時こんな柄も入れやすいので、こんな柄であんだよとか、この糸であんだよっていうのを報告していきたいなと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録とこの動画良かったなと思っていただけましたら高評価もどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。